マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？はい、実はですね、皆さんもご存知の通り、私は今韓国に住んでいるんですけど、この間初めて韓国のお葬式に行ってきました。で、旦那さんの一番仲いいお友達のお父様が亡くなったのでね、それで私も一緒に行ってきました。で、本当にそのお友達が本当に性格が良くって、すごく優しい人なんですね。なので、私もすごく大好きな人なんですよ。それで、お葬式に行く前に、やっぱりその旦那さんのお友達のことがすごく心配だったのでね、韓国語で慰めの言葉を一生懸命練習して向かったんですね。でも、実際に到着したら、私が思っていたお葬式とはちょっと違ったんですね。もちろん悲しんでいる方たちもいらっしゃいましたし、涙を流している方たちもいたんですけど、こなんて言うんだろうな、全体の雰囲気が沈んでいるっていう感じではないって言いますかね。そんなに暗い雰囲気ではなかったんですよ。例えば、久しぶりに会った人たちがお互いの近況を報告し合ったりとか、あとはお父様、そのお友達のお父様についてお話ししていたりとか、あとはね、時々笑っている方たちもいらっしゃいましたね。うん。なので、なんかそれが最初はちょっと不思議に思っていたんですよ。なぜなら、日本ではお葬式っていうと、決まった時間の中で葬儀の儀式が行われて、で、その時間には本当にみんなたくさん泣くんですね。で、たくさん泣いたりして、全体的に静かでちょっと悲しい雰囲気が強い感じなんですよ。そう。それで、後で知ったんですけど、韓国では葬儀場っていうのは、単純に悲しむだけの空間ではないそうなんですね。亡くなった人に対しては、心配しないでください。私たちがしっかりお見送りしますよっていう気持ちで。で、亡くなった方のご家族に対しては、一人で悲しまないでください。私たちが一緒にいますよっていう、そういった気持ちを行動で見せる場でもあるっていうふうに聞きました。で、実際に旦那さんも最後まで葬儀場にね、一緒にいましたね。うん。で、その姿を見ながら、韓国の葬儀文化っていうのは、悲しみの中でもお互いを支え合う、本当にとっても温かい文化なんだなって感じましたね。うん。もちろん、国によってもね、葬儀のやり方っていうのは違うと思うんですけど、でも亡くなった方を思って、そしていい場所へ送り出したいっていう気持ちは、結局同じなんだなって、思いましたね。それでは今日のポッドキャスト始めていきましょうかね。はい。皆さん、突然なんですけど、ちょっと想像してみてください。今、皆さんには好きな人がいます。その相手は日本人です。で、ある日、勇気を振り絞って、その人をデートに誘いました。今週末ご飯行きませんかって。そしたら相手は少し申し訳なさそうな顔で、週末は予定があってごめんね。ぜひまた今度行きましょうって言いました。皆さんはこれを聞いたらどう感じますか？よかった。脈ありかもって思いますか？それとも、え、これってやんわり断られてるって
感じますかね？実はこれ、日本語を勉強している外国人の方がかなり混乱しやすいポイントなんですよね。また今度っていつ？本当にまた会うの？それともただ相手を傷つけないための表現なのっていうね。日本語にはこういうはっきりとは言い切らない表現っていうのが本当にたくさんあります。例えば、まあまあです。一応やりました。そのうちやります。多分大丈夫です。こういう言葉ですね。こういう言葉って意味はなんとなくわかるんだけど、実際にはかなり曖昧ですよね。しかも面白いのが、日本人はこういう曖昧な表現を日常会話で普通に使っています。あとは、日本ではね、相手に強く言い過ぎないようにしたりとか、あとは空気を読んだり、柔らかく伝えたりするっていうことが大切にされる場面もあります。でも、その結果、結局 OK なの？ダメなの？いつなの？どこまで本気なの？っていう、わからなくなってしまうっていうこともありますよね。はい。ということで今日のテーマはですね、日本人がよく使う曖昧な返事についてです。今回は日本人が日常でよく使う曖昧な言葉だったり返事をね、文化的な背景も交えながらお話ししていきたいなと思っていますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこの舞の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。皆さんは日本語の曖昧な返事で困ったことはありますか？例えば、また今度行きましょうって言われたから、じゃあ来週かなって思っていたのに、そのまま何もなかったとかね。そう、逆に日本人同士でも、それってオッケーなの？断ってるの？って迷うことって意外とあるんですよね。じゃあどうして日本語にはこんなに曖昧な表現が多いのかっていうと、理由はね、いろいろあるんですけど、大きな理由の一つとしては、相手との関係を大事にする文化ですかね。日本でははっきりノーって言ってしまうと相手を傷つけちゃったりとか、あとは空気が悪くなってしまったりすることがあるんですよね。なのではっきり無理ですとは言わずに、ちょっと難しいですねっていうふうに柔らかく伝えることがよくあるんですね。あと、日本では空気を読むっていうことが大切にされる場面が結構多いんですね。なので、言葉だけじゃなくって、雰囲気だったり言い方から相手の本当の気持ちを感じ取ろうとする。そういう感じですかね。だから日本語では全部をはっきり言わなくても察してほしいっていうそういう感覚があるんですよ。これはね、もう本当に難しいなって思いますね。そう、海外では比較的ストレートに言うことが多いかなって思うんですけど、日本語は直接言うよりも少し柔らかくぼかして言うことが多いんですね。でも、優その優しさだったり、遠回しに言ったりするのが、逆に相手を困らせてしまうっていうこともありますね。じゃあ実際にどんな曖昧な返事があるのかっていうと、まあまあ、一応、多分、おそらく、そのうち、このあたりですかね。日本語を勉強している人たちだったら、一度は聞いたことがある言葉かもしれません。まずは、まあまあ。これはね、本当に便利な言葉です。例えば、テストどうだったって聞かれて、まあまあかなっ
って答えると、悪くはないけど、すごくいいわけでもないっていう、こういったニュアンスになります。でも、実はまあまあって、ただ普通っていう意味だけじゃないんですね。場合によっては、ちょっと微妙、そんなに良くないっていう意味で使われることもあります。例えば、昨日行ったレストランどうだったって聞かれて、まあまあかなって答えたとします。この時のまあまあっていうのは、最悪まではいかないけど、別に良くもなかったっていう、ちょっと微妙なニュアンスになるんですね。で、場合によっては、正直あまりおすすめはできないっていう気持ちが入っていることもあります。なので、まあまあイコールグッドくらいかなって思っていると、ちょっとずれてしまうっていうこともある曖昧な表現ですね。次は一応。これもね、日本人がよく使う表現ですね。例えば、宿題やったって聞かれて、うん、一応やったって言うと、これはやったことはやったけど完璧ではないっていう感じになります。要するに自信がない時だったりとか、保険をかけたい時によく使うんですね。完璧ですとは言い切らない、ちょっと逃げ道を作る感じですかね。次は多分とおそらく。これはどっちも100%ではないけどそうだと思うっていう意味で使いますね。例えば、明日雨降るかな？うん、多分降ると思う。こういう感じで使いますね。感覚的には80%くらいっていうイメージですかね。で、おそらくの方が少し硬い言い方です。なので、ニュースや説明などではおそらくがよく使われます。でも、実際の日常会話では圧倒的に多分を使う人の方が多いです。次は、そのうち。これはね、もう日本語の曖昧さがすごく出る言葉ですね。例えば、そのうちやるよとか、そのうち行きたいねって、こんな感じで使いますね。で、意味としてはいつかなんですけど、問題はいつなのかわからないっていうことです。しかもこれって場合によってはやらない可能性もかなり高いんですね。なので日本ではよくそのうちやるは大体やらないって言ったりもしますね。あと他にも曖昧な表現ってまだあって、よく使われるのがぼちぼちです。これは特に関西でよく使われる言葉なんですけど、今ではね、全国的にかなり使われています。例えば、仕事どうって聞かれて、ぼちぼちですって答えると、めちゃくちゃ順調っていうわけではないけど、まあ普通かなくらいのニュアンスになりますね。なので、絶好調ですとも言わないし、全然ダメですとも言わない、かなり曖昧でゆるい返事なんですね。あと面白いのが、じゃあぼちぼち行きますかっていう言い方なんですけど、これはね、そろそろ行きましょうかっていう意味です。でも、今すぐ行きましょうみたいな強い感じではなくって、少し柔らかい感じがありますね。そう、こういうはっきり言い過ぎない感じも、すごく日本語らしいなって思いますね。あとこれは超有名な曖昧表現なんですけど、また今度です。これはね、外国人の方がかなり混乱する言葉の一つなんじゃないかなって思いますね。例えば、またご飯行きましょう。はい、また今度ぜひ。みたいなね、こういう会話って日本では本当によくあります。もちろん、本当にまた会いたいから使う場合もあります。
でも実際は社交辞令として使われることもかなり多いんですね。で、この社交辞令っていうのは相手との空気を悪くしないために使う言葉ですね。だから本気っていうよりは礼儀として使う表現っていう感じですね。この言葉は今はやんわり終わらせたいっていう意味で使われることもあります。なので、また今度の信頼度っていうのはだいたい3、40%くらいかもしれないですね。それから個人的に結構曖昧だなって思う表現が1時間弱です。皆さんはこれって何分くらいだと思いますか？本来の意味はね、1時間より少し短い、50分から59分くらいのことなんですね。で、弱っていうのは少し足りないっていう意味です。逆に1時間強だと1時間をちょっと超える。だから1時間10分くらいのことを言います。でも実際には1時間弱を1時間ちょっと、要は1時間10分くらいだと思っている人もいるそうなんですね。ある番組が1時間弱って何分だと思いますかっていう街頭インタビューを若者中心に行ったところ、1時間弱イコール1時間ちょっと、1時間10分くらいって思っている若者もいたそうです。なので、曖昧な表現って実は日本人の中でもちゃんと分かっているようで分かってないまま使われていることもあるんですね。あともう一つ、外国人の方が誤解しやすい曖昧表現があります。それが注意書きとかでもよく見る、通話はご遠慮ください。撮影はご遠慮くださいっていう表現です。これ、日本人だったら、ああ、禁止なんだなって自然に理解する人が多いんですけど、海外の方が見たら、少しなら大丈夫なのかなとか、1、2分の通話だったら OK なのかな、1、2枚の写真だったら撮ってもいいのかなって思ってしまう人もいるそうなんですね。確かに、ご遠慮くださいって直接禁止とは書いてないですもんね。これは確かに誤解する人もいるだろうなって思いますね。でも実際にはこの場合、ほとんどがしないでください。基本的には禁止っていう意味なんですね。本当に日本語ってこういう風に強く言い過ぎない表現がすごくたくさんあるので、難しいなって思いますね。はい、今日はですね、日本語のいろいろな曖昧表現についてお話ししました。いかがでしたか？また今度とか、そのうちとかね、本当に日本語にはかなりふわっとした曖昧な表現がたくさんありますよね。皆さんの国にもこういった曖昧な表現って何かありますかね？それから日本語の曖昧表現の中でこれが一番難しいって思った言葉って何かありますか？もしあればぜひコメント欄で教えてください。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。